ただいま時刻は朝の8時半。今回は京都嵐山に紅葉を見に来ました。ここで今日の予定を紹介します。嵐山を中心にいくつかのお寺や紅葉スポットを巡っていきます。渡月橋、名前は月が橋を渡るように見えた、そんな景色から付けられたと言われています。今回は嵐山の渡月橋からスタートし、バスで北側に向かいます。そこからだんだん下っていろんなおすすめスポットをご紹介していきます。小田木念仏寺、嵐山の中でも少し奥に入った静かな場所にあるお寺です。境内に並ぶのは羅漢像と呼ばれる石仏。羅漢とは仏教の修行を終えた人の姿を表したものです。このお寺の羅漢像はすべて表情や形が違います。参拝者や信者の方が一体ずつ思いを込めて彫ったもので、その数は約1200体。映画や漫画、るろうに剣心の世界観を感じられる場所としても知られています。優しくて印象的な風景が広がっていました。嵐山の奥に入っていくと、人の数が一気に減って、音も時間の流れも
ゆっくりになっていく感じがします。五法堂弁財天。ここは観光客の方はほとんどいませんでした。本当に静かで落ち着いた空気が流れています。弁財天は日本では音楽や芸術、知恵、そして財運の神様として知られています。静かな京都を感じたい方はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。宝鏡院。嵐山の紅葉スポットとして国内外の観光客に人気の場所です。長い時間を経て今でも歴史を感じる建物や庭が残っています。庭園は細部まで計算された美しさがあり、どの角度から見ても印象的です。嵐山で紅葉を見るならぜひ立ち寄っていただきたいおすすめの場所です。仁王門。こちらの門には仁王像と呼ばれる2体の像が安置されていて、お寺を守る存在で悪いものが中に入らないように見張る役割があります。仁王門をくぐると現れたのが清涼寺。嵐山エリアの中でも特に歴史の深いお寺として知られています。
お釈迦様を本尊とするお寺で、平安時代から長い年月人々の信仰を集めてきました。こちらは回廊式庭園と呼ばれる造り。建物や縁側、通路に沿って歩きながら庭を楽しむ庭園のことです。派手さはありませんが、日本の和を感じる、そんな庭園でした。竹に囲まれた細い小道を進んでいくと、ひっそりと姿を現すのがここ。エンリアン。エンリアンは鎌倉時代の歌人藤原定家ゆかりの地として知られています。日本の和歌の歴史を語る上で欠かせない人物で、自然や季節の移ろい、心の動きを言葉に残してきました。世の中の騒がしさや執着から離れられる、そんな場所でした。川沿いへやってきました。屋形船や遊覧船がゆっくりと浮かんでいて、水の流れに身を任せながら紅葉や山の景色を楽しむことができます。さて、お腹も空いてきたのでお昼ご飯を食べたいと思います。本日やってきたのは嵐山吉村。店内の大きな窓から渡月橋や嵐山の山々を一望することができます。主役はもちろんそば。北海道産のそば粉を使った香り高い手打ちそばが提供されています。ご飯を一口、そしてそばを。刻みネギ、生姜、それらと合わせていただきます。
天ぷらはサクッという音と一緒に素材の甘みが広がります。目の前に広がるのは渡月橋。食事の最後にそば湯をいただきます。そばの風味が溶け込んだ優しくて少しとろみのある味。最後までそばを味わう贅沢な時間でした。天龍寺。嵐山を代表するお寺、天龍寺。京都でも特に有名な禅宗のお寺です。このお寺を建てたのは室町幕府を開いた武将、足利尊氏。天龍寺はかつて争った後醍醐天皇の冥福を祈るために建てられました。敵だった相手を弔うために寺を建てたという背景に、この場所の深い歴史が感じられます。少し山を登ると展望台があります。嵐山の自然を静かに見渡したい人にはおすすめの場所です。竹林の小道。竹に囲まれたこの道は嵐山観光でもとても人気のある場所。もともと平安時代に貴族や宮廷の人たちが嵐山の自然を楽しむために過ごした場所と言われています。
時刻はすっかり夜になり7時。本日最後のおすすめ観光スポットにやってきました。ライトアップされた紅葉、とても綺麗ですね。宝厳院。紅葉の季節だけ夜に姿を現す宝厳院のライトアップです。宝厳院は世界遺産天龍寺の塔頭寺院の一つ。塔頭とは大きなお寺の中にある静かに佇む小さな寺院のこと。夕方5時半の開始前から行列ができるほど多くの人が集まります。赤く染まった紅葉、苔の深い緑、石の影、どれも主張しすぎず、でもそこに確かにある。夜だからこそ庭と向き合える時間です。並んででも見たいと思える景色がここにはありました。今日一日嵐山を歩きながら紅葉と歴史を巡ってきました。有名な景色だけでなく、静かな庭や夜にだけ見られる表情、それぞれのお寺が持つ時間の重なり、嵐山の魅力が皆さんに伝わっていると嬉しいです。